はい、こんにちは。この音が聞こえますでしょうか。今、真っ暗で見えないかと思うんですが、ちょっとライトをつけましょう。はい。映ってないか。ダメか、全然映んないな。ジーという音がしてるんですが、これがですね、コロナ放電というものです。非常に珍しかったんで、トイレに来ました。あ、やばい、雨が。雨の日とか湿気の多い日ですかに限定に起きることがあるといったものらしいですね。音がねちょっとちっちゃくなっちゃいましたね。一度小屋に戻って調べて、カメラを持ってくる間にねだいぶ音がちっちゃくなっちゃいましたね。いやー怖かったですよ。もうどっか連絡しないといけないかと思いました。もう夜中なんですけど。はい、一日明けました。昨日ですねコロナ放電していたのはここですね。夜中全然見えませんでしたが、ここのですね、上、ちょっと一回止めます。はい、見えますか。今風強いんですけど、この電線がつながっているところ、これ外資って言うんですよね。ここで、電気をですね、遮断している。なんていうんですかね。なんかガラスみたいな陶器なんですよね。陶器製のもので外資って言うんですけど、これで電気をここで、遮断してるんですが、この外資にですね、雨とか埃とか汚れがついたりなんかして軽くね放電しちゃうことをですね、コロナ放電というらしいですね。で昨日それを僕が、見たと初めて見ました。結構大きな音でねびっくりしましたね。もう夜中だったんですけどどっかで連絡しないといけないかなと思ったんですが、もう今すっかりですねそんな音もせず、何事もなかったかのようにね過ごしていますが、それよりもこういった木がね絡まっているのが怖いなと思うんですが、大丈夫なんでしょうか。結構ね何度か連絡してお願いしたこともあったんですが、なかなかね手が回らないんでしょうかね。これなんかもう引っかかっちゃってますもんね、この太いの。こういうのもあったんでね、なんかもう線にダメージがあるのかなとか思って余計怖かったんですが、昨日のはねそういった危ないものではなかったですね。今日はバタがこれは家の120ファイの、掃除ですね。煙突掃除のワイヤーなんですけど、なんかね、105ぐらいのやつを、106とかね、105ぐらいのやつを買ってきたつもりが、これとね、全く同じのを買っていたことに、買ってから気づきました。なんかインチ表示だったんですよね。で、その場で計算したつもりだったんですが、どうもね、ダメで。なので、これをちょっとね、切っていこうと思うんですが、この感じだと、上下にね1センチ以上、大きいかなと思うんですが、ぴったりにしすぎてもね良くないと思うんで、とりあえず上下 0.5 とか 0.8 とかなんとなくですよね、そんな切っていければいいと思うんですが、すごい数があるんでちょっと大変そうだなとは今思っています。ただこのままでは掃除ができないので切りたいなと思うんですが、これワイヤー切るね、これだったら間違いなく切れると思うんですが、これで一本一本切っていくのは本当に大変だと思うので、これで切れるといいなと思います。切れる。全然切れるし。じゃあ、これでも切れるかな。切れますね。よし。じゃあね、地道に切っていくしかないのかな。ハサミで切れるかな。無理かな。そんなことない。切れない。全然切れない。どうしよう。切れないな。これはなかなか無理っぽいな。意外とハサミ。なんでだろう。2本とかだったら切れるけど。無理だな。
あれだ。鉄板切るハサミ持ってきます。ダメだな。無理かな。おお、強い。やっぱ、さすがだな。あ、よかった。これがあればいけるかも。ちょっと巧妙刺しましたね。ああ、ダメか。あ、ダメか。え、角度。ああ、うん、圧倒的に速い。だけど、なんか角度によって消えなくなったりするんで、ちょっと癖がありますね。ああ、ハサミ切れなくなったら嫌だな。うん。この辺切れてないじゃん、ここ。切れてないよ、全く。うん。よし。こんなもんか。さあ。え、あ、戻んない、戻んない。なんかまだ狭い気もするけど。なんか感覚的に狭かったな、まだ全然。よいしょ。あ、でも押せるようになったわ。よし。いいだ。とりあえずこっちの短い方向は行きました、奥まで。よーしよしよしよし。うん。はい、掃除終わりました。やっぱりね、お風呂はよーく燃えていて、非常にいい感じのすすですね。意外と少なかったし、なんか粉っぽいというか砂っぽいというかね、いい感じの燃え方をしているのかなと思います。はい。うん。シャーペンの芯みたいですね。はい、これがですね、今日の、お風呂の、お風呂を沸かすための薪です。ちょっと分かりづらいかと思うんですが、いつものようにですね、まともな太い薪は入っていません。すべてですね、土地の裏から拾ってきた枝とか、昔使っていた吉酢をバラバラにしたものとかね、そういったものだけで炊けたらいいなと思って入れています。これであればね、太い薪を消費せずに、お風呂が炊けるので、まあ、もしね、炊けたらいいなという感じですね。太い薪を大事にしたいなという考えです。はい。で、まあ、火はつくんですが、すぐにね、こういうのはなくなっちゃうので、まあ、今日は外仕事なんで、まあ、ちょこちょこね、見に来て足していくという作業が必要になるかと思っています。ちょっとね、珍しい作業をするので、撮ろうと思います。
ここちょっとバカになっちゃったネジ穴ですね。それに対してこの器具、これタップって言うんですけど、ネジ穴をですね、また新しく切るといったものですね。で、ちょっとうまくいくかわかんないんですが、これをやる際はですね、ちょっと潤滑油なんかを入れながらやっていきます。はい。ちょっとね、どうなるかわかりませんが、やっていきましょう。で、これのポイントはですね、とにかく垂直にやることです。で、2、3回回ったらちょっと戻して、きれいにね、慎重にやっていく必要があります。よっ、ダメだ。もうちょっといけ。あれ、いろいろなんか怪しいな。いや、これが、ハンドルが緩んじゃうな。ハンドルが緩む。これは、あんまいいやつじゃなかったですね。どうしようか。硬い。切れてるな。よいしょ。よっ。全然ずれてる。よいしょ。なんでずれてる。よいしょ。これハンドルがダメでしたね。なんでだろう。いや。怪しい、なんか。ダメっぽいな。どうかな。そもそも何をやってるかね、何をやっていたのか、見てもらいましょうかね。これ、わかりますでしょうか。ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっとね、引きで取りましたね。これはね、旗金ってものですね。これは昔、ヤマトプロムナードでね、買ってきて、こんな状態だからって言って、1000円で売ってもらったんですが、そもそもね、使えなかったんですよね。で、ここで止めて、で、これがちゃんと止まってくれれば、これでキュッと締めてね、押さえるってものなんですが、ここがキュッと止まらないですね。で、ダメだった場合はもう一つ、方法があって、もう一回りね、大きなタップでやるといった方法もありますね。ちょっとうまくいかなかったかな。もうちょっとやってみます。はい。ちょっとね、もう外してきました。本来ですね、この旗金というのは抜けないようにですね、お尻のところにポッチがついてるんですが、これをもうグラインダーで削ってですね、何を言ってるのかちょっとわかんないかもしれないんですが、これがですね、こうついていて、で、これが抜けないように、ここにポッチがついていたんですが、グラインダーで削ってしまってね、その出っ張りを。で、これをスポーンと抜いて、これだけにしてきました。はい。で、今これをですね、一生懸命やっていまして、できたかどうか、ちょっとまた戻してね、やってみたいと思います。結構単純な作りでね、今ちょっと見えてるかなと思うんですが、これを締めていくことで、出っ張ってきてね、押さえるといった機構ですね。いや、治ってほしいです。こうか。さあ、やってみましょう。ここで固定したいと仮定した場合。止まらないな。止まったかも。なんか今ペンチでやったらすごい硬い。止まった。やった。治った。ちゃんと固定できましたね。よかった。ちょっとあんま上手じゃなかったんですが、あとあんま取れなかったんですが、これがね、タップダイスのうちのタップという方ですね。
ネジを作る方、受け側と、このビス側と受け側とあると思うんですよね。ナット側。両方あるんですよね。このビス穴を直すというやつがね。いやーよかった。すごい安いやつを買ったんですが、直すことができました。よかったよかった。ちなみにですね、何をやっているのかというとですね、よいしょ。ちょっとね、箱物、また古物なんですけど、漆塗りの箱が割れていたので直していますね。こんな感じで使います。よいしょ。はい、ちょっとね、おまけなんですが、かつてね、仕入れてきたある照明のですね、一部分なんですが、こんな感じですね。で、こことここが折れてしまっていて、で、今ですね、それぞれの穴にですね、M6 だったものを7でやって失敗して、今度8、M8 でタップを立ててですね、このようにやってみました。で、これがですね、はい、無事にくっつくことができました。なんかダメかなと思っていたのが、直せたのがすごく嬉しかったですね。はい。M8 になって復活を遂げました。これは本当にまともに使えるようになって、本当ちょっと感動的ですね。やりました。